地図は嘘をつく。メルカトルの罠。地図の歪みと権力。見てくださいゼンさん。世界地図のポスターを買いました。部屋に貼ってグローバルな視点を養おうと思いまして。立派な心がけですね。でもガク君、その地図は嘘つきですよ。嘘？100均で買ったからですか？いいえ、そのメルカトル図法という描き方そのものが巨大な嘘を含んでいるんです。例えば北にあるグリーンランドと赤道直下のアフリカ大陸、その地図だと同じくらいの大きさに見えませんか？はい、どっちもでかいですね。実際はアフリカ大陸はグリーンランドの14倍大きいんです。14倍？詐欺じゃないですか。アフリカの中にアメリカ、中国、インド、日本、ヨーロッパ全体がすっぽり入るんですよ。そんなに違うんですか？僕のグローバルな視点が一瞬で崩れ去りました。地図は現実を写した写真ではありません。誰かの都合で歪められた解釈に過ぎないんです。今日は私たちが信じている世界の形がいかに歪んでいるか解説しましょう。そもそもなぜこんなに歪んでしまうんでしょう？理由は単純です。地球が球体だからです。ガク君、みかんの皮を剥いて机の上にぴったりと広げてみてください。絶対にどこかが破れるかシワになりますよね。はい、無理やり押しつぶさないと平らにはなりません。それが地図の宿命です。ガウスの絶好の定理という数学的証明によって球体を平面にすることは歪みなしには不可能だと証明されています。つまり正しい世界地図なんてこの世に存在しないんです。じゃあ地球儀を持ち歩くしかないのか。そこで人類は目的に合わせて何を犠牲にするかを選んできました。ガク君が持っているメルカトル図法は16世紀に考案されました。大航海時代、船乗りたちのために作られた航海図です。この地図の最大のメリットは角度が正しいことです。地図上の2点を直線で結び、コンパスでその角度通りに進めば必ず目的地につける。命がけの航海には形の正確さより進む方向の正確さが必要だったんですね。その代償として面積を犠牲にしました。高緯度、北極や南極に近い場所に行けば行くほど引き伸ばされて巨大化します。だから北の端にあるグリーンランドやロシア、カナダが異常に大きく見えるんです。なるほど、船乗りのためのツールであって世界の正しい姿じゃないんだ。しかしこの歪みは政治的に利用されました。ヨーロッパ諸国にとって自分たちの国が大きく見えるメルカトル図法は都合が良かったんです。我々は大きくて強いという優越感を植え付けるプロパガンダになりますから。植民地支配していたアフリカや南米が小さく見えるのも好都合だったわけか。さらに北が上というのも恣意的なルールです。宇宙に上下はありませんよね。南を上にしてもいいはずです。でも北半球にある文明が覇権を握ったため自分たちが上になるように地図を描きました。もしオーストラリアが世界を支配していたら地図は逆さまだったかもしれません。実際富山県などが作っている日本海側が上の地図、逆さ地図を見ると驚きますよ。上下逆にするだけで世界が違って見えるんですか？はい、大陸、中国やロシアから見ると日本列島が太平洋への出口を塞ぐ巨大な壁に見えるんです。うわ、本当だ、日本が蓋をしてるみたい。こう見ると大陸の国々が日本を重要視する地政学的な意味がわかりますよね。地図の向きを変えるだけで国の運命まで見えてくるのか。1970年代にはメルカトル図法への批判からガル・ピーターズ図法が注目されました。これは面積を正しく表した地図です。見てください。アフリカが巨大でしょう。うわ、なんか縦にビヨーンって伸びてませんか？細長い。面積を正しくしようとすると今度は形が歪んでしまうんです。あちらを立てればこちらが立たず、地図作りはジレンマの連続なんですね。どちらの地図が良い悪いではなく何を見せたいかという思想の違いです。では国連の旗に描かれている地図はご存知ですか？ああ、なんか丸い網目みたいなやつですとね。あれは正距方位図法といって北極を中心にした地図です。なぜ北極中心なんでしょう？特定の国を中心、センターにしないための配慮です。アメリカ中心でもヨーロッパ中心でもない、平等を表すには誰も住んでいない北極しかなかった。なるほど、平和の象徴だ。でもその代償として南半球に行けば行くほど横に引き伸ばされて形が崩れています。オーストラリアなんてべちゃっと潰れてますよ。平等を目指してもやっぱり歪みが生まれるんですね。深いな。地図には意図的な嘘が書き込まれることもあります。トラップストリートと呼ばれるものです。地図会社が著作権を守るために
わざと実在しない道や町名をこっそり書き込むんです。もし他者がその地図をコピーしたら架空の道までコピーしてしまいますよね。それが盗用の証拠になるわけです。うわ、賢い。でも、その地図を使って道に迷ったらどうするんですか？影響のない小さな路地などに仕込むそうですが、迷惑な話ですよね。地図は事実じゃなくて作品だから、著作権とラックがあるのか。地図の歪みはデジタル時代になっても続いています。 Google マップです。あれは便利だし、正確ですとね。航空写真もあるし。でも Google マップもメルカトル図法をベースにしています。なぜなら北が常に上で交差点が直角に表示される方がナビとして使いやすいからです。さらに Google マップには政治的な配慮も組み込まれています。国境線です。例えば領土問題があるクリミア半島やカシミール地方、アクセスする国によって表示される国境線が違うことを知っていますか？みんな同じ地図を見てるんじゃないんですか？ロシアから見ればロシア領に、ウクライナから見ればウクライナ領として表示されます。それぞれの国の法律や主張に合わせて地図を出し分けているんです。地図が空気を読んでるのか、なんか怖いですね。国境線といえば地図上の線の太さも問題になります。縮尺によってはインクの線の太さが実際には数キロメートルもの幅になってしまう。この線より内側が我が国だと主張しても、その線自体が太すぎて現場では大混乱になることがあるんです。マジックの太さで領土が変わるなんて笑えない冗談だ。ここで日本人が開発した画期的な地図を紹介しましょう。オーサグラフです。建築家の成川はじめさんが考案しました。一見普通の地図に見えますけど、これは面積の比率も形の歪みも限りなく抑えた地図なんです。球体を正四面体、テトラポットの形に変換してから長方形に展開するという魔法のような手法を使っています。メルカトルとピーターズのいいとこ取りだ。しかもこの地図は上下左右に無限につなげることができます。どこが中心とかどこが端っこという概念がないんです。日本が中心のバージョンもブラジルが中心のバージョンも自由自在。まさに中心のないフラットな世界を表す現代にふさわしい地図ですね。かつて地図を作ることは世界を所有することと同じでした。江戸時代の伊能宇多田鷹も歩いて日本地図を作りましたよね。彼があれほど精巧な地図を作れたのは幕府の強力なバックアップがあったからです。正確な地図は軍事的にも経済的にも最強の武器になりますから。だからこそ地図は国家機密として厳重に管理された歴史があります。そして現代 Google や Apple が世界中をマッピングしています。彼らは現代の支配者として私たちの世界観を定義しているのかもしれません。地図アプリに表示されない店は存在しないのと同じになってしまいますもんね。地図は単なる道具ではなく権力そのものなんです。今日は地図の嘘についてお話ししました。ポスターの地図はあくまでメルカトルさんが見た世界だったんですね。その通りです。地図を信じすぎず、誰が何のために描いたのかを考えることが大切です。とりあえずこのポスターは公開用として飾っておきます。いつか船で世界一周する時のために。いいですね。その時は GPS に頼らず星を見て進んでくださいね。皆さんは地図を見て違和感を持ったことはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。